Every night we try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend, but empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all ポネケ本舗。今回私と夫がやってきたのは大好きな樹州の飲みの市。今月は11月ということで、今年の樹州の飲みの市も残すところ今回と12月の2回のみ。1年はあっという間に過ぎていきますね。10月は私はアミアンに行っていたので、今回は久しぶりの樹州。今日の飲みの市の後は友人と合流してランチへ行く予定なんです。夫の今日の目的はもちろん版画。もうすぐクリスマスシーズンなので、柊柄のお皿が見つかればいいなと思っています。そしていつものようにジアンのポントシューシリーズやかわいいホーローのキャニスターなんかもあればいいな。いえ、それより予算オーバーにならないように気をつけなくては。樹州に到着。今日は夫と一緒に来ました。朝午前中ってです。これから見ては楽しみです。初めてかもしれない、こんなに早起きた。いつものように駅の上の広場からスタートです。夫は他のものに目もくれず、版画がありそうなところに突進していきましたね。ここは私は以前大きな肉屋のまな板や今年の夏チーズを乗せるための銅のトレイを買ったりしたあのお店。シルバーのコーヒースプーンがありましたが、もう少し小さめでレリーフがあるものの方がいいかな。こんなものまでありました。網棒とかぎ針、ヴィンテージ品ではなさそうですけどね。それぞれにちゃんと値札がついているので分かりやすいですね。C'est pas mal, non? Ouais, mais non, je cherche pas ça. J'aime beaucoup ça. Ouais, Ouais, mais c'est pas mal. je ne cherche pas ça. Non? Non, non, mais c'est pas mal. Vous pouvez les ouvrir. 夫には夫の版画へのこだわりがあるようですね。これはフレームに入った小さな絵。Il est beau le cadre. うん。 Il est très très beau. Alors, rien que le cadre. Bon, après, c'est des petits. Et le cadre est très beau. うん。とっても品のいいジャケットですね。本当の毛皮なのかな？うん、このしっかりした作りは本物かも。もうこの季節になったからなのか、スタンドの数がいつもの樹州に比べると少なめですね。これからの季節に重宝しそうなコートたち。暗い冬にはこんな明るいコートも可愛いですよね。もしかしてこの柄、梅？一時期夫は LP レコードを買い漁っていたけど、最近はもう足りてしまったようで見向きもしなくなりました。色鮮やかなものが並べられている一角。何か良いものがあるかな？お皿がありますね。でもどれもあまりいい状態のものがなさそうですね。ここはどうかな？かなりな枚数が揃っているセットのお皿。でも私の好みとは少し違いますね。ラモード・プラティック。1940年代頃のファッション雑誌のようです。すごくかわいい。女性がエレガントだった昔のフランスにはとっても憧れます。
地面に直接並べられた箱。こういう中を探すのが楽しいんですよね。でもこのスタンドは全部のものが箱の中。ここまで全てが箱の中にあると楽しみというよりちょっと面倒な気分。まだやってきたばかりなのでここは後で見ることにして先へ進みます。ここは以前私がジアンのポントシューシリーズのお皿を買ったマダムのお店。そして去年ムスティエのスーピエールを見つけたけど予算オーバーで買えなかったこともありました。来るたびに必ず素敵なものに出会えるとってもセンスのいいマダムのお店なんです。今回私が素敵だと思ったのがこの18世紀のフレームをアップサイクルした鏡。80ユーロで予算オーバーで諦めたけど、もしまたこれに出会ったら今度はぜひ購入したいと思います。まるでパリの街にあるアンティークショップを覗いているようなマダムの素晴らしいセンス。このお店を覗くのがジュシューの楽しみの一つなんです。Forgot what we're working towards. Face red hot. Telling lies I wish were true. How do I feel what's been missing? その下にあったのがブルーと白の素敵なお皿。初めて見る柄のお皿。これはサルグミンヌなのかな。とっても綺麗だけど1枚しかないし、きっとこの先数を揃えることはできないですよね。そしてこのお皿の下には私が持っているのと似ている美しいバルボティンヌのお皿。このスタンドでとっても美しいものを見つけました。以前買わずに公開したブロンズのキャンドルスタンドを思い出しました。C'est du bronze. C'est du bronze. Remarque, ça, c'est lourd. Oui. 1000ユーロ。ああ、欲しい。あそこに可愛い柄のお皿がありますよ。ロンウィーですね。ラビエもお皿もすごく可愛かったけど結構なシミがあってとっても残念。コーヒースプーンでもシルバーじゃなさそうですね。大きめの可愛いカフェオレボウル。でももうカフェオレボウルはいくつかあるのでこれは買いませんでした。ここにちょっと格調高い感じのラビエがありますよ。美しい。イギリスアンティークもいいですよね。はい、おはよ
こで友人と合流。場所チェックです。なんか2人でお揃いですかって感じのバッグじゃない？同じメーカーだもん。そう、マンゴー。あでもこれ2年前だよ、2年あ、そ前。っか。ここでポンちゃんが買ったものをご披露。猫ちゃんお買い上げ。かわいい。可愛いでしょ、うん。 5ユーロだった5ユーロもした。このスタンドもジュシュに来るたび私が必ず立ち寄るところ。一見サンタマンのレジャンスかと思ったけど、これはリュネビルでした。状態の良いカフェオレボールたち。これはでもそれよりも編集していて気がついたこの隣にある犬、ちょっとブサイクで可愛い。こっちのはロバくんかな。このティーポットも美しいですね。そしてその後ろのは英子さんはこのピッチャーを探していますが、これも可愛いですね。これはケーキ用のお皿なのかな。陶器のキャニスター、蓋もちゃんと揃っているようですね。これはなんて可愛い。アルミのディネット。陶器の片手鍋、これもいつかキッチンの壁に飾ってみたいです。これは陶器のキャンドルスタンド、これもかわいい。バルボティンヌの小さなピッチャー、どこのメーカーかは分かりませんでした。かわいいのあるんだよ、ほらこれとか。でももう食器棚の肥やしになってしまう。そうね。花リムうん、あるね。でも、カップがないよ。ねえ。これは私は見た記憶がないグリーンの絵柄のピッチャー。でもあまり私のハートを打ち抜かず。カンペールかな。素朴で可愛い絵ですよね。美しい色の陶器のキャニスター、結構傷んでいますね。こちらには賭けもありました。残念。今回このお店では特に欲しいと思うものが見つかりませんでした。もう一つの広場の方へやってきました。こちらも一見したところ、ちょっとスタンドの数が少なめなような気がします。かわいいおもちゃのレジスター。このお皿の下には縁がレースのルネビルのお皿。でも全体的にシミがあって薄茶色。これも断念。これは私も一つ持っている、昔医療用に使われていたという放浪のもの。その隣にあるのはゴージャスなシャンデリア。椅子やテーブルなどの家具もよく売られています。でも私が見たかったのはこのテーブルの上に置かれていたもの。バックスタンプがよく見えませんでした。白いレリーフが繊細でお花が可愛い綺麗な柄。フランスアンティークとは少し違ったテイストですよね。ここにはなぜかカエルが勢ぞろい。そしてこちらにはサンクレモンのピッチャー。これもいつか揃えてみたいものの一つ。これはサルグミンのミントン。でもちょっと違うような。違いますね。どこのだろう。ちょっと読めません。これなかなか可愛い柄のお皿じゃありませんか。何枚か枚数も揃っているようですね。でもすごい汚れに思わず手を離してしまいました。何に使われていたものなんでしょう。
とても繊細なガラス瓶。彼がこのスタンドの看板犬。そしてこのスタンドにとってもゴージャスなメガネがあったので試してみましたが、なんて似合わない。びっくりするぐらい似合いませんでした。こっちもかけてみたら。かわいい。見つけました。このちっちゃい鏡、最後の最後に帰る寸前にやっと見つけました。ポンちゃんありがとう。すごい素敵よこれ。よかったわ。よかったね。はーい。ボネケ本舗。以前ジュシューの飲みの市でもお見かけした方々と一緒にこの辺りでランチへ行くことになりました。でも日曜日のこの辺りはあまりレストランのチョイスがないので、グランドモスク・ド・パリでクスクスでも食べようかとなったのですが、なんと残念ながら改装中。そこで植物園のそばのカフェへやってきました。その隣にはこんなフォンテンヌが。1840年に作られたラ・フォンテンヌ・キュビエ。たっぷり歩いてお腹も空いたし、今なら何を食べても美味しくいただけそうです。私はヘルシーでボリュームたっぷり鴨肉サラダ。皆さんは鴨のコンフィにタルタルステーキ。私とポンちゃんはもちろんグラスワインも。ポーチドエッグに鴨肉、レンズ豆、そしてたっぷりお野菜。とっても満足。次もまた夫と行ったプチ飲みの市です。ボネケ本舗。ジュシューの飲みの市の翌週、私と夫はルーブル美術館のすぐ隣のルーブル広場へやってきました。スタンドの数は少ないけど必ず何か良いものが見つかるプロのお店だけの飲みの市なんです。シンプルなヴィンテージキャニスターもいいですね。このラブリーなキャニスターは確かクレイユエ・モントローだったかな。ごめんなさい、忘れてしまいました。この広場だけが飲みの市になっているようですね。一周してみましょうか。あちらに見える大きな建物から向こうに続くのがルーブル美術館。かわいいスーピエール。このお店はディスプレイがとっても可愛くて、いつもお客さんでいっぱい。どれもセンスの良いものばかりだし、ちゃんと手書きで品物の名前とお値段が書いてあります。真っ白いシンプルなカフェオレボール。そしてこのジャケットにはラ・ポストのマーク付き。なかなかおしゃれ。小さな引き出しタンス。何用なのかな。一番奥にあるお皿、あれはさっき見たバルボティンヌのキャニスターと同じシリーズですね。これも美しい。私の欲しいお皿に似ているこのお皿、これも悪くないですね。綺麗な色。何かのゲーム用なのかな。面白いものを見つけました。陶器の猫、これ枕なんだそうです。どこかのアジアの国のものなんでしょうか。また美しいバルボティンヌのお皿がありますね。こちらにも最近バルボティンヌがマイブームというわけで、ここでも見つけてしまいました。それも私の探していたあのお皿。デザート用に何枚か欲しいと思っていたお皿です。少しずつ色味が違いますね。
どれがいいかな。On négocie 10 les deux. Pardon. 他にも何かないか探します。ここジュシューで必ずいらっしゃる、いつも素敵なものがあるあのムッシューのお店だから。先週のジュシューのこのムッシューのお店では残念ながら私の欲しいものは何も見つけられなかったけど、今回は探していたお皿を発見できてよかった。その他にも何かないかな。すると私が探していたものと大きさもぴったりのシルバーのコーヒースプーンを発見。表はシンプルで裏にレリーフがある美しいもの。お値段を伺うと6本で30ユーロ。私が何か見つけたのを見てカメラを構える夫は渋い顔。夫は首を横に振り続けていますよ。全部で45ユーロでした。40ユーロで交渉もかなわず。Vous aviez dit 20? Vous aviez dit 20 pour le tout? 10 euros chacune et les assiettes et les cuillères 30. Ça fait 30 et 20, 50. Ça fait 40. Ah ouais. Après on les a... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça sert à rien. Je sais pas. Bah tu prends que ça. Ah, faites 30 pour le tout. Non. 45 jours. 30. Tu prends que ça. Les autres 25. Bah oui, prends que ça. À gauche c'est de l'agneau, à droite c'est du renne. C'est de la peau de renne. Non, non, mais non. D'accord. Votre meilleure cliente. ありがとう。はい。はいはい、やっと買いましたこれ。あと2枚欲しいです。やったー。ボネケ本舗。こんにちは、ボネです。今回は2つの飲みの市をご紹介しました。一つは私の大好きな月に一度開催されるジュシューと、そしてルーブル広場で行われたプロフェッショナルだけの飲みの市の様子でした。今回のジュシューも私の夫と一緒に行ってきました。そしてあちらで私の友人と合流して一緒に見てランチを楽しみました。今回のジュシューもたくさんの日本からいらした方にお声をかけていただきました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。今回のジュシューの飲みの市なんですが、ちょっと夏に比べるとやはりお店が少なくて寂しかったかなと感じました。もちろんそれでも他のパリ市内で開催されている飲みの市よりはずっと楽しいんですが、夏の一番飲みの市が賑やかになるシーズンに比べるとそろそろもう冬なので少しスタンドの数が少なくて寂しかったかなと思いました。そしてルーブル広場、スタンドの数があまりなかったので期待しないで行きました。でもやはりさすがプロだけの飲みの市です。本当にいいものだけが並んでいるお店がかなりありました。その中でジュシューでもいらしているとても綺麗なものをいつも売ってらっしゃるスタンドのお兄さんがいらっしゃいました。そこで私が最近探していたこのバルボチーヌのお皿を買うことができました。そしてここにあるコーヒーカップなんですが、実はこれは飲みの市で買ったものではありません。以前私の動画でも一度ご紹介したことがありますパリ市内にあるレ・キ
キャトルセゾンさんに行って購入したものです。ちょうどジュシュのブロカントに行く少し前に行ってこちらのコーヒーカップを購入してきました。このキャトルセゾンさん、本当に行くたびに必ず欲しいと思うものがあります。今回の受賞の一番最後にようやく見つけたこの小さな鏡、これは30ユーロでした。このぐらいの小さい鏡はまだ私の玄関入ったところの壁にはなかったので、本当にこれを見つけられて嬉しかったです。最近お菓子用に欲しいなと思って探していたバルボチンヌのこのお皿1枚、こちらが少し色目が薄いですよね。そしてこちらはちょっと濃いめ。この違いも面白いかなと思って買ってきました。これはどこのメーカーなのか後ろに何も書いてないので分かりません。どなたかご存知の方がいたら教えてください。これはお菓子に絶対可愛いですよね。でキャトルセゾンさんで買ったこのコーヒーカップとソーサーのセットです。これはソーサーがないものをルーアンでも見かけていました。でもソーサーがないのでその時買うのは諦めたんですが、今回のレイキャトルセゾンさんではソーサー付きであったのでこれを2つ買ってきました。イギリスのブイヨンの会社の販促用のカップらしいんですが、そのフランス向けとして作られたものなんだそうです。ボネケ本舗。いただきます。やっぱり思った通りお菓子にぴったりですね。時間が経つのはとっても早いですね。今年も次週の飲みの市はあと12月が一度残るのみとなってしまいました。また多分来月も今年最後の次週をご紹介できるかなと思います。また次の動画も楽しみになさってくださいね。